どうもいつもお世話になっております。ムケマルです。今回はアルカリア零式ヘビー級3層の解説動画になります。早期攻略動画のため、大砲が固定される前の一例としてご活用ください。まずマーカーはご覧の通り。ギミックの流れは、このような図解で直感的に把握できるように解説していきます。それではよろしくお願いいたします。キングオブアルカリア。全体攻撃です。軽減を入れましょう。ウェポンジェネレート、バスター。ボスが斧か鎌のどちらかを生成します。どちらが来るかはランダムですが、今回は斧で説明します。ウェポンバスター、斧。ヘイト1位にタンク2人受けの強円範に攻撃が来ます。同時に残り6人には円範に攻撃が来ます。タンク2人はボス正面で一緒に受け、それ以外の6人は図のように3回して処理しましょう。ウェポンアサルト。詠唱完了で、ボスが向いている武器に突進し、武器に応じた攻撃をしてきます。この映像の突進順に一つずつ見ていきましょう。ウェポンアサルト、剣。剣の場合十字直線範囲が派生します。さらに44の直線後回りが来ます。手前側の十字のアンチを使い、向かって左を MT 組、右を ST 組で処理しましょう。今回は突進の一発目なので、ボスの向きで範囲の方向がわかりやすいですが、ここでは別の判断方法も紹介しておきます。剣の範囲は、平らな部分と刃の部分から直線範囲が出るイメージです。この判断方法は、この先のフェーズでも使うので覚えておいてください。ウェポンアサルト、鎌。鎌の場合、鎌の位置からドーナツ範囲が派生し、同時に全員に扇範囲攻撃が来ます。ボスのターゲットサークル内で、ボス基準の8方向3回をして処理します。ウェポンアサルト、斧。斧の場合、斧の位置から円範囲が派生し、同時に頭割り攻撃が来ます。フィールド中央に集合して、頭割りを処理しましょう。剣は44、鎌は中で8方向3回、斧は中央で覚えましょう。トロフィーウェポンズ。フィールドに剣、斧、鎌の3種類の武器が出現します。コメットレイン。足元に3回円範囲が来ます。まずはボス南に全員集合して、ボスを回るように時計回りに円範囲を3回捨てていきます。その後、頭上に3回か頭割りのマーカーがつくのでそれに対応した処理をします。ウェポンアサルト。基本的な流れはトロフィーウェポンズと同じ処理です。終わったらもう一度コメットレインが来るので、近接組はボスの影差を回るように、遠隔組は適当に離れるように捨てて先ほど来ていない方の3回か頭割りを処理します。キングオブアルカリア。全体攻撃です。軽減を入れましょう。ウェポンジェネレートドミネーション。剣でいっぱい切って地面に剣の軌跡が残ります。切っているのも演出ではなく全体ダメージが複数あるので、しっかり軽減をしましょう。しばらくすると、この軌跡に沿って直線範囲攻撃が発動します。同時にタンクヒラ4人、または DPS4 人に頭割りマーカーがつきます。なので、回収にできるアンチを基準として、このようにペア3回してください。ウェポンジェネレートバスター、2回目。今回は先ほど来ていない鎌が来ます。鎌はヘイト1、2に対扇範囲、同時に残り6人には頭割りの扇範囲攻撃が来ます。ザ・ミールストーム。全員の HP が1になります。アルティメットトロフィーウェポン。フィールドに剣、斧、鎌の3種類の武器が出現します。それぞれの武器に向かって突進し、対応する武器の攻撃をしてきます。処理自体はこれまでのトロフィーウェポンと同じですが、2個ずつ全部で6回処理します。ただこれまでとは違い、半時計で回ることもあります。注意するのはやはり剣と鎌です。剣、鎌、剣など回り方や3回位置によっては移動が大変な人がいます。後半4つの武器処理後、
フィールド10時方向の4カ所に竜巻が出現します。すべての武器処理が終わると、各竜巻が最も近い2人に扇ハニ攻撃をしてくるのでこのように3回します。火ダメージ上昇デバフが積み重なって受けると即死します。ですので、他の人に当てないように外周に誘導します。ワンアンドオンリー。全体攻撃です。軽減を入れましょう。ファイアストリーム。ヘイト1位に向かってタンク頭割りの直線強攻撃が2回来ます。1回目を受けたタンクにはデバフがつくため、2回目は必ず別のタンクが先頭に立ちましょう。また、強攻撃を受けた場所には直線範囲の床が残ります。その場に立ち続けないよう注意してください。オービタルライン。北と東の外周に予兆が出現し、白い千魚鳥の順番で直線ハニが派生します。同時に、ボス前後90度の扇ハニ攻撃も来ます。事前準備と考え方。ここはかなり被弾しやすいポイントです。なので、どう動くかを事前にイメージしておくことが重要になります。タンクは、ボスの向きを A マーカー方向に固定しておきましょう。詠唱が始まった時点で、ボス前後の扇ハニは南北に確定します。アンチの判断は、外周からの白い線を見てから判断する、というよりも、フィールドを16分割した時の中央4マスに注目します。2発目の直線ハニの交点は、必ずこの中央4マスに来ます。基本の動き。中央4マスのうち、2発目の直線ハニが来る交点の前に一旦待機します。着弾を確認したら、その対角へ抜けることで直線ハニと扇ハニの両方を避けます。ただし、一発目の直線ハニが、中央マスのどこかを先に潰してくるパターンがあります。この場合、2発目の交点前で待っていると、その前に1発目で焼かれてしまいます。そこでパターンを考えない処理をします。まず、2発目の直線ハニの交点かつ、ボス前後扇ハニのアンチに立ちます。ボスの詠唱完了に合わせて対角へ移動し、その直後、間髪入れずに元のマスへ戻る、という動き方です。これは必要ない時もあるけどどんなパターンでも同じ動きをします。まず2発目の直線ハニの交点かつ、ボス前後扇ハニのアンチに立ちます。詠唱完了で対角のマスにシュッて入ってシュッて戻ります。待機位置は、先にボスの前後扇ハニが来るので、影差側面マーカーを目印にすると分かりやすいと思います。行って戻っての動きはしていないのですが、参考までに中央での避けている動画を入れます。本来なら画面右下の2発目の予兆から、左上のマスに行って戻るっていう動きになります。メテオレイン。隕石を落としたり、それを壁にしたり、タンクのセントリがあったりするギミックです。ボスに近い2人に隕石マーカーがつき、その位置に隕石が落ちてきます。同時に残り6人に直線頭回りが来ます。戦闘はダメージが大きいため、タンクが先頭に立ちましょう。これが合計3回繰り返されます。ただし、タンクには外周からのタンク強攻撃も来るため、2回目以降の直線後回りの戦闘は、隕石に代わりに受けてもらいます。隕石を誘導する順番は、平、遠隔 DPS、近接 DPS です。置く位置は、図の通りに固定します。頭回りの戦闘で使われた隕石は破壊され、その際に大きな円ハンニが発生します。最終的な配置はこのような形になります。では、初めから見ていきましょう。隕石1回目、平。まず、平2人がボスに近づきます。平にマーカーがついたら、2マーカー側の土下座上、4マーカー側の外周に隕石を設置します。他の人はタンク戦闘で直線頭回りを処理します。隕石2回目、遠隔 DPS。次に、遠隔 DPS がボスの近くへ移動します。遠隔にマーカーがついたら、3マーカー側の土下座上、4マーカー側に隕石を設置します。外周から隕石にタンク橋の線がつくため、2、3マーカーの岩を MT、4マーカーの岩を ST が線を取って処理します。3回目、近接 DPS。次に、近接 DPS がボスの近くへ移動します。近接は、頭割り後にそのまま前へ直進するのが楽です。マーカーがついたら、2マーカー側と4マーカー側の土下座上に隕石を設置します。他の人は、2マーカー側の隕石を使って、直線後回りを処理します。トライスターズ、タイラントフォール。隕石を盾にしないと防げない全体攻撃が3回来ます。
近接は、詠唱完了まで1つ目の隕石で殴れるので、ギリギリまで殴って OK です。スプリントを使い、詠唱完了と同時に災害周の隕石へ移動しましょう。フラットライナー。フィールド中央に直線ハンリとノックバックの予兆が出現し、フィールドが2分割されます。ここは4-4に分かれるようにノックバックを受けましょう。チャンピオンズメテオ、自治式。位置取りが非常にシビアな3層屈指の難関ギミックです。ここでは、立つ位置が完全に決まっている自治式で解説します。まず2人用の塔が4つ出現します。続いて4人に線がつき、何もつかない人が4人います。塔踏み1回目に入るのは、この図のように固定です。線がついている人は、ノックバック時に注意が必要です。自分側の外周から線がついている人は、対面のフィールドへ飛ばされましょう。逆に対面フィールドから線がついている人は、同じフィールド内に飛びましょう。何もついていない人も、同じ分断フィールド内に飛びましょう。ノックバック後の動き、超重要。ノックバックされたら、何もついていない人は、すぐボスのトゲサ内へ入ります。ここでボスから近い人につく頭上マーカーを誘導します。線がついている人は、頭上マーカーがつくのを見るまで絶対にトゲサに入らないでください。頭上マーカーがついたのが見えたら、線の人もトゲサ内に入り、足元円範囲を誘導します。全員の足元に円範囲が3回来ます。適当に捨てるとアンチが消えるため、全員で固まってトゲサ内から誘導します。円範囲は、中央から南北に縦で3つ捨てていきます。線がついている人は、最大距離を取るために線を交差させる方に移動してください。頭上マーカーの移動順は先ほどの優先度通りです。円範囲を3つ捨て終わったら、頭上マーカーの人は外周の直線が来ていない方の内側の角へ、線の人はその数字マーカーの延長線上の外周ギリギリに立ちます。ここは立ち位置ゲーミングです。少しでもずれると死人が出ます。2回目、同じことをもう一度。線がつく人が入れ替わり、同じ処理をもう一度行います。ただし、2回目以降の塔については、先ほどマーカーと線を同じ方向で処理したペアが、そのまま同じ方向の塔に入りましょう。ノックバック判断、2回目。線が反対側から来ている、同じ分断フィールド内。線が近い位置から来ている、対面フィールドへ。何もついていない人は、同じ分断フィールド内です。ノックバックを受けたら何もついていない人は、再びボスのトゲサ内でマーカー誘導。マーカーがついたら、線の人もトゲサ内に入り、南北に円範囲を捨てます。今回は中央側に直線範囲が来ます。直線が来ていない方の数字マーカー内角に立ち、線の人は同じライン上の外周に立ちます。ヘビーメテオ。44後回りです。軽減を入れましょう。再び2人用の塔が4つ出現します。アルカリアクラッシュ。ボスが向いている方の分断フィールドが破壊されます。ボスの正面側フィールドにいる人は、塔のノックバックを利用し、反対側のフィールドへ移動しましょう。その後、ボスが片側のフィールドを持ち上げ、こちらへ投げつけてきます。ボスの背中が向いている方もしくはボスが手を上にしている方がアンチになります。外周側のどちらかの角がアンチになるので、それを見極めましょう。キングオブアルカリア。全体攻撃と同時にフィールドが元に戻ります。軽減を入れましょう。この後に来るタンク級攻撃とオービタルラインは、1回目と全く同じ処理になります。ということで、この2つのギミックは時を飛ばします。キングオブアルカリア。全体攻撃です。軽減を入れましょう。メテオスタンピード DXA 式。処理自体はほぼ同じですが、ノラで主流の DXA 式に合わせて、映像とは少し違う説明をします。なのでここは図を見ながら確認してください。開幕の立ち位置。近接組はボスタゲサ内、遠隔組はタゲサ外で図の位置に待機します。詠唱完了後の動き。詠唱完了後、フィールド対角に距離減衰の範囲予兆が出現します。同時に、遠隔のうち2人に頭上マーカーがつきます。マーカー処理、遠隔2人。マーカーがついた2人は、距離減衰がない方の外周へ移動します。もし被った場合は、事前に決めた優先順位で分かれてください。その他6人。マーカーがつかなかった6人は、ボスの下に集合します。隕石処理、遠隔。
距離減衰の範囲が派生した後、マーカーがついた遠隔2人には、一定間隔で隕石が降ってきます。隕石は、足元にダメージ床を生成します。南北の外周に4つ捨てたら折り返し、さらに2つ捨てて、合計6個捨てましょう。円範囲処理。マーカーがつかなかった6人は、ボス真下から北に抜けて、時計回りで殴りながら大きな円範囲を捨てていきます。塔の出現。6つ目の円範囲を捨て終わると、ボス周囲にタンク用の塔が2つ、2人用の塔が2つの合計4つの塔が出現します。塔踏み担当。担当は以下の通りです。MT、D1、D2 は1マーカーから時計回りに入れる塔。ST、遠隔 DPS は2マーカーから半時計回りに入れる塔。線の処理。各塔を踏んだ人に1人ずつ線がつきます。線がついたら、まずはまっすぐ伸ばし、その後、シャープを作るイメージで時計回りにずれて外周の角へ移動します。フォーウェイ、ツーウェイスピンファイア。フォーウェイの場合、フォーウェイは、ボスから近い4人にペア頭回りの直線ビームが来ます。線を誘導した角の人とペアで受けましょう。線がついていた人は、ボスに近づいても問題ありませんが、属性低下デバフがついているため、ボス下で円範囲を捨てていた人より近くならないように注意してください。ツーウェイの場合、ツーウェイは、ボスから近い2人に44の頭割りビームが来ます。東西に1本ずつ出したいので、塔を踏んだ人はtagaさないでボスに近づき、外周でダメージ床を捨てていた人はtagaさ外で受けるという形で分かれます。線を誘導した人は、それぞれ東西の頭割りビームに入ってください。ここから軽減やタンク無敵などがメインとなるため、MT 視点と映像を差し替えます。キングオブアルカリア。全体攻撃です。軽減を入れましょう。ハートブレイクキック。とても痛い連続頭割り攻撃です。1回目は8人で軽減を入れて入りましょう。2回目はタンクが無敵をリレーして入ります。3回目はタンク2人でフルバフで入ります。最後までご視聴いただきありがとうございました。以上で今回の解説を終わります。もしこの動画がお役に立てたら、高評価とチャンネル登録していただけると、次回動画作成の励みになります。よろしくお願いします。